パイのバサラカ3月6日放送分のアイドリングトークです、はい、本編の収録準備ができるまでお付き合いよろしくお願いします。お願いします。メールいただいてます、はい、ラジオネームもち銀着さん。はい、ありがとうございます。洋介さん、ケントさん、こんばんは。こんばんは。私には1年前から抱えているモヤモヤがあるので聞いてほしいです。私は去年の2月頃にやっとの思いで英検2級を取得しました。素晴らしい。決して頭がいい方ではないため、学校の先生に助けてもらいながら、約2ヶ月間毎日必死でした。すごいね。合格から数ヶ月経ったある日、当時他校の A 君にアタック中だった女の子に、私の英検のことを会話の話題にされていました。あれ、もち巾着って英検合格したんだっけ、と聞かれたので、落ちたかと思ったけど受かってたよと答えたら、A 君が2級簡単だったって言ってるよって返ってきました。A 君は進学校に通ってるぐらい頭が良くて、私とは天と地ほど差があります、彼が簡単だと思ったとしてもそれはそれで嘘ではないと思います、それ以上に私の努力が会話の出しとして消費されたことがすごく悲しかったです、お前さんドヤ顔でそのこと言ってるけど英検受けたことないやろがいって、鼻にザリガニ挟んでやりたかったですどうしていつも私ばかり見下されるんだろうなってずっと思ってます、今でも思い出すたびにモヤモヤするので、いつかゴリマッチョになってその子の隣で片手でリンゴ潰して食ってやりたいですいいじゃんね、これは嫌だね。確かにね。いやでもね、あるよこの学生時代は。でもこれ単純にさ、その A 君がA 君に悪気はないじゃん多分。別にさ、その A 君とアタック中だった B 子ちゃん、がそのもち巾着さんのことを貶めるとか、そういう会話をしてたっていう会話じゃないはずなのよ多分、これ俺が想像するんだよ。だからこのもち巾着さんがいないところで多分 A 君にアタック中の B 子ちゃんが会話してる時にの話を B 子ちゃんから、もち巾着さんが聞いたっていう話じゃんこれって。要はもち巾着は A 君のことは別に好きではないのか。だと思うけどな。そういうことか。そう。A 君にアタック中だった B 子ちゃんがいるのよ。 B 子ちゃんがでその B 子ちゃんともち巾着さんが会話してる時に、あれもち巾着って英検合格したんだっけ、落ちたかと思ったけど受かったよ、そういえば A 君2級簡単だって言ってるよっていう会話をしましたっていうことじゃん。だから別に多分 A 君はその場にはいないし、多分 A 君と B 子ちゃんが話してた時の状況を事後報告されてたっていう話じゃんこれ多分。多分ね。だから別に B 子ちゃんと A 君はもち巾着のことを話してたっていうよりもわけではないよね、そう多分その A 君はすごい地頭も勉強もできて進学校に行ってるんだから、多分すごい勉強してると思うの、もう常日頃から。だからまあ頭のいい子だよね、に対して B 子ちゃんがこうそういえばさ A 君ってさどうなの、英検2級とかってどうなのみたいな、って言われたら多分 A 君はまあ2級ぐらいなら大丈夫、全然簡単なんじゃないみたいな、多分自分はねその1級とかさ、準1級とかあるのか知んないけど、そのもっと上を多分目指してる人だろうから、その自分のハードルとして言われたらまあ2級は多分大丈夫でいけるよっていう、多分単純なそういう会話だったと思うの、でそれを引き出すために俺の中では B 子ちゃんが画策したことだと思うのね、この話って多分。だから B 子ちゃんがアタック中の A 君が A 君実はもち巾着さんちょっと気になってんじゃねって俺ちょっと思ってんだけど今。で B 子ちゃんがちょっと下げるようなことをそのもち巾着さん側に言ってんじゃないかなみたいな、A 君下げみたいなっていうのを俺はちょっと考えてしまった今。じゃあ B 子ちゃんがもち巾着が A 君に好意を寄せないように下げガードを固めてる、そうデバフかけてるみたいな状態な気がしてるんだけど、俺はねすっごい心理戦してるね高校生なのに。いやでもさなんかこういうことってなんかあるじゃんって思うんだけど、なんか前言ってたさ、その LINE とかメールでもそうだけど、すぐに返信しないとかさ、そういうの好きじゃんやっぱ、その年齢の子たちってさやっぱり。だからなんか俺逆にその
B 子ちゃんと会話しなくていいんじゃないもうって思っちゃうその俺らの感覚だとね、別にね、なんならザリガニ挟んでやりゃいいじゃんって思っちゃうからな。まあでもどうしていつも私ばかり見下されるんだろうなってずっと思ってますって言うけど、人を見下す人の心理ってやっぱどうしてもあれじゃない、その人を見下さないと自分が優位に立てない。そう俺もそう思う。だから、だから、その時点で見下してくるやつよりは、自分は優位に立ってるって思えばいいと思う。いやそう思うよ。多分 B 子ちゃんねめっちゃ羨ましいんだと思うよ。もち銀尺さんのことが。そうね。そういう一個のことを頑張れたりとか、自分も頑張りたいけど、B 子ちゃんはね、そのできない、そのすぐに集中力切れたりとか、一個のことをこうちゃんと頑張るっていうことができなくて、私ってダメだなって多分思ってるんだと思うの。まあね。でそこで英検2級を頑張って受かった2ヶ月ね、必死に頑張ってる姿も見てるだろうし、こんなこと私にできないわっていうのを認めたくないそうね反動が見下すになっちゃってるだけだと思うの。だから大丈夫だよ。でもまあゴリマッチョになるのもいいんじゃない？いや俺は断固否定するよ。ゴリマッチョにはならない方がいい本当にやめとけ。ゴリマッチョってあれだよねザリガニに任せよう。結構命削ってるそう命削るからそういやでももう十分ね、もち銀着さんみたいにね多分一個のことをね、頑張れる子だから頑張れる子ってねいないんだよ多分今。いないから、そうやって人からジェラシーを、人がジェラシーを感じるんだよ。だからそうやってちょっとした会話の出しに使ったりとか、そういうことでしかその人たちは消化できないから、そうしてるだけで、それにあなたが精神をさ病むことはない、すり減らすことはないと思うから、本当にまたやってんなみたいな。どうせできないくせにってね思っときゃいいんだよ。思っときゃいいし、受けたことないやろがいっていう。その精神でめちゃくちゃいいと思うよ。それをね思えることがまずすごく純粋でポジティブでいいと思う。それをやっぱどうしても変に真面目だとさ、まあね受け取っちゃうからね。それは受け取らないその精神をずっと貫いていってほしいです。本当にもうね頑張れるだけですごいんだから。本当よく頑張ってますよ。まあ本当ね、この年代の子たちはこういうこと多いけど、大人なんてね、もっと多いだろうからね。そうなんどうやってこうね自分にデバフかけてくるやつらから距離取るかっていうのね、そういう心理戦もあるからね。だからその精神でこれから頑張ってください。頑張ってください。ということで本編収録準備できたのでアイドリングトークここまでです。本編は毎週土曜深夜1時から FM 福岡で放送中です。ぜひ聞いてください。それでは本編の収録へ行ってきます。